おはようございます。今日は一人で動画回してます。ただいま朝の6時50分です。皆さんに謝らないといけないことがあります。皆さんに謝るってあれやな、あんまりやな。そうやな。皆さん楽しみにしていた皆様にはちょっと申し訳ないんですけれども、今日は、こんな感じでいきます。はい。数日前にね、ヨーロッパから帰ってきました。イギリスとパリ、ロンドンとパリから帰ってきて、はい、なんでちょっと申し訳ないかというと、なんや。ね、Vlog 楽しみにしていただいている方もいると思うんですけれども、Vlog って、結構作るの時間かかるんですよ。週1回 YouTube 上げようと思ってやってるんですけど、1週間ぐらいね、1本の動画作るのにかかります。でね、数日前帰ってきたとこなんで、なかなか、皆様にヨーロッパの旅行の様子を、お届けできませんので、今日はほぼノー編集で、コッペさんもね、隣でご飯食べてますけど、私だけで喋って朝ごはんを食べるっていう動画をします。はい。ノー編集って言っても、英語字幕と日本語字幕はつけるんですけどね。それは、字幕ついてて、見ていただいてる方がたくさんいるので、それはしたいのと、あと英語もね、英語圏の人にもね、見ていただくためにやってます。英語圏以外の人にはね、ちょっと見にくいかもしれないですけど、英語字幕ね、データで入れてる動画とかは、英語をね、自分のとこの母国語に自動変換するボタンを押してもらったら、皆様の国でも見ていただけるかなと思います。はい。じゃあ、ご飯食べます。そうだね。神戸喋ってや。だし巻き卵欲しい。はい、だし巻き卵。はい。神戸さん違うんです。これだし巻き卵じゃないんです。私が作っただし卵です。はい。なんでかって言ったら巻いてないからですね。だしがすごすぎてびっしゃびしゃなんですよ、これ。負けないんですよ。だから私が作ってるのはだし卵という。はい、コッフェちゃんあげますね、じゃあ。これ半分そしてやろうか。コッフェちゃんちょっとかっこいい顔しか見せないんで、こんな、私しか映りません。はい。これね、フォアの方にいただきましたね、ソーソーの、数字の模様が入ったコップと、これおにぎり私朝から握りましたけど、すみません、手で。はい。ソーソーのね、数字が入った、なんやこれ、四角いお皿とか使わせてもらってます。角皿。角皿ね。はい。で、数日前にね、ヨーロッパから帰ってきて、まだ時差ボケいただきます。時差ボケ中です。じゃあはい。7時前でご飯食べてね、こんなん作って食べててすごいでしょ。私たちね。さっき散歩行ったの？はい。私たち私は4時半ぐらいに起きてます。結構ね、夏場、日が早くなると、日がね、日の出が早くなると、結構それぐらいに起きるんです。ほんでね、5時ぐらいから1時間ぐらい2人で散歩してきて、帰ってきて、朝ごはんの準備して、食べてるって感じですね。はい、もう、だしがすごいから、もう、崩れいただきます。めっちゃ美味しい。美味しい。茶碗蒸しみたいな。茶碗蒸しみたいな。美味しい。だしの含有量すごいんですよ、これ。あれみたい。はい。明石焼きみたい。明石焼きみたい。はい、いただきました。京都に住んでた時の、自宅の近くに大鶴さんっていうね、定食屋さん、お世話になった定食屋さんがあるんですけど、その行った動画もね、ここ貼っときます、こっちから。はい。
そう、大鶴さんのね、店主さんがね、美味しいご飯いっぱい作ってくれるんですけど、だし巻き卵にだしにね、片栗粉入れるんですって。ほんなら、卵の中に、たくさんの量のね、だしを封じ込めることができるっていうことで、片栗粉入れられてるんですけど、それをね、真似してやってます。それ企業秘密じゃん。あ、そっか。じゃあそこピーってしとくわ。だから、すっごい、まあいいんじゃん。びっしゃびしゃなんですよ。うん。うん。美味しい。心の大きい方やから大丈夫だと思う。和江さん、あきらさん見てますか？また京都帰ったら、行きますね。はい、美味しいです。これね、くれたね、尾形さんもね、いつもありがとうございます。ほんで、ここになんでこれあるかってね、これね、もう私たちファンの皆さんからもらったもばっかしなんですけど、これもね、去年ね、講演会で行った学校の校長先生が漬けた梅干しをね、この前いただきましたんで、それでね、おにぎりさせてもらいました。はい。このお米もね、いただいたもので、なんか、皆さんの、はい、愛で私は生きてます。じゃあれやっとった方がいいですか？視聴者の方には基本的には生ものはお受け取りしてない。あ、そうですね。はい。うん、何回かね、すごい、お仕事とか一緒にさせてもらって、新婚なんで、親交のある方からいただいてるってことなんで、はい。基本的には。基本的には、生ものは、はい、そうですね。はいはい。いただいてません。はい。じゃあいただきます。そのね、梅干しの梅からいこうかな。私朝からね、握りました。めっちゃ熱々のやつを握ったんでね、ちょっとやけどしてます。素手でやったっていうね、おにぎり屋さんとか今あるじゃないですか。私行ったことないんですけど、東京とかでもね、有名なボンゴとかっていうね、そういうなんかおにぎり屋さん、おにぎり専門店とかあるじゃないですか。ああいうとこの人ってさ、熱いのをさ、そのままガタガタってやるじゃないですか。それ真似して素手でやったんですけど、ね、めっちゃやけどしてます。氷水で冷やしてあるんちゃう？じゃあ、いただきます。めっちゃ美味しい。この梅めっちゃ美味しいんですよ。美味しい。昔ながらの酸っぱい塩分が強いやつでね、今スーパーとかで売ってんのってもうなんか全然なんか甘かったりするじゃないですか。ちょっとああいうの苦手なんですけど、わかる。昔ながらの塩、しそ、梅オンリーみたいな、カーンとくるのね。ありがとうございます。サイコさん美味しいです。ありがとう。コフェなんで入らへんの？急にあれ？朝やから。朝やしな。急に私が Vlog がね間に合わへんから、もうほぼ編集せんでいいこれ朝の風景を、字幕だけつけてね出そうと言ってて、急に撮り始めたんでコフェ君は入りませんけど、はい、梅干しは一日一つの食べてほしいよ。そうなんだ。体に。ロンドンとパリいかがでした？次コーン食べます。景色が素晴らしかった。おしゃれでしたね。なんだろうな。ロンドンよりもフランスのパリの方がちょっと治安が良くないんですよ。だから緊張感あって、でも地下鉄とかも汚かったりとか匂いがあったりとか、ちょっと緊張感あったんですけども、それなんか全部かっこよかったです。なんか汚いのもかっこいいし、なんか治安悪い感じとか、私たちが行ったエリアがね、その他のエリア行ってないから、そうな、全部言っちゃうと、あれですけど、ヨーロッパなまた行きたいですし、ヨーロッパの感想も動画でな、そうね、投稿すると思うので、皆さんお楽しみに。はい、言ってくれれば。はい。最後顔だけ隠してくる？いいか。次ツナマヨ食べます。私のツナマヨはちょっとツナにマヨネーズでちょっと粗挽き胡椒とか入ってます。はい。ほんでねっておかしいですね。
なんや。なんか僕らの YouTube 結構食べてんの多いらしくて、視聴者さんからよう食べんなとかっていうね、コメントいただいたり、実際お会いしてもね、いつも食べてますね、みたいな言われてね。最近は海外の人からもね、あなたたちはなんでそんなにたくさんご飯を食べているのに、そんなにスレンダーなんだ、みたいなね、コメントいただいたりするんです。私めっちゃ食べるんですよ。はい。10代、20代の頃はちょっと、非常にもうたくさん食べてて、やっと30代で少し減りました。というのは、全然、なんか、太りやすくなってきて、食べたら気づいたらもうびっくりするぐらい体重になったんですよ、今年。だからちょっと、ちゃんと気をつけなあかんなと思って今年はセーブして、はい、ただいまね、今年の1月1日が過去最高の体重だったんですけど、7月になりまして、ついに何キロ痩せたかな ?7 ね、8キロ今痩せてます、一番重い時から。ダイエットを推奨してるわけじゃなくて、健康のためにね。はい、健康のためになんですけど、私の体重コントロールっていうのはすごい長期的にやるので、もううまいこと言ってます。もう7ヶ月ぐらいで8キロ。順調です。テレビ見ながら、はい、こんなんして。ノー編集ということで、ちゃんと喋らなあかんという緊張感もあるんです、あたひ。うん。なんか、喋りたいことか。喋りたいことなんすか？あれやな、ヨーロッパ帰ってきて、和食屋さん入って、飲んだ味噌汁は、めちゃくちゃ美味しいっていう。そうですね。和食の美味しさ、昆布の出汁のうまさ、それを伝えたい。だそうです。3週間ね、いたんですよ。言っていいかな、これ。約3週間いたんですよ。やっぱ途中からね、なんか和食、日本食とか、アジア系の料理がね、すごいやっぱ恋しくなるんですよ。麺類とか、お米とかね、もちろん向こうでも食べようと思ったら食べれるんですけど、だから帰ってきて味噌汁飲んだ時はもう最高でしたね。13分。食べながら喋ると、ちょっと噛む回数少なくなって、あんまり体によろしくないかなと思うので、ちょっとここから普通に食べます。こういう食べてる姿が見たいという人もいるらしいので、うまい。それはちょっとわかるわ。YouTube とかで一人でご飯食べてるときに、ご飯動画見ながら食べることとかも昔あったの。言いたいこと思い出した。神谷？はい。めっちゃ食べんのに、なんでその体型をコントロールできるかみたいなのをね、海外の人からコメントいただいたりとか、言われることもあるんですけど、私の中ではめっちゃ節制してるんですよ、これでも。ほんま食べたいもの食べてたら多分もうすごい成長してると思うんですけど。食べてるものじゃん。食べてるもんやと思う、確かに。僕ら作る料理で、脂っこいのとか作らないし、基本的に。そうですね、量食べてもそんなになんか脂質たっぷりとかではないから、じゃないかな。あとね、お外でね、会食とかの時は食べたいもの食べるんですけど、
だからそのために家ではちょっと気遣ってるというかしてます。なんでまあ2人だけの時やったらラーメン食べに行こうとか、そういうのはもうほぼほぼないですね。何ですか、わかります言ってること。お外で会食の時の、はい、なんかビュッフェスタイルのイベントとかの時のカネチのスイッチの入り方な、元取ったるみたいなんかトークは二の次みたいなそういうふうな全種類食べたみたいな、コンプリートしたことを帰りがけにすぐ自慢してくるみたいなのは、よくあります。立食のね、交流会みたいな時ってことでしょ。みんなちゃんと名刺交換して挨拶してんのにもうなんかもう食べるのに必死みたいな。皆さんとこう手段と目的が皆さんとちょっと違うっていう。なんか全種類コンプリートしてしかも味わうみたいな。喋りながら食べてたら味わからんから一回走ってめっちゃ食うみたいなイメージはある。これね、16分やってこんな喋ってたら字幕入れるのですごいすぐ出せんかもしれんな。まあいいや、楽しいです。でも編集は最小限にしていいんちゃう？もう字幕ぐらいっていう。字幕が16分でずっと喋ってるのって結構大変だ。まあいいや。大変やけどポイントだけ。全部入れなあれ。字幕とかでねとか全部もう無視して。わかりました。要所要所。ちょっともう喋らんといて、大変か。ここで半分から今。そっか。んでね、夜ご飯をもうすごい調整したり食べへんことないな。夜ご飯の量とかを調整したらなんとかいけるんで、私だからもう今朝一生懸命食べてるんです。もう昼ぐらいまでは米とんだけど、昼までは食べたいもの食べれるっていう感覚でいます。東京暑いですね。ロンドンね、10度ぐらい、低かったんで、湿度も少なくて、梅雨時期に帰ってきてびっくりしました。まあ、日本もいいとこです。またパリとね、ロンドンの Vlog を楽しみになさっててください、皆さん。いろんなとこ行ったな。うん。ちょっと食べるのに集中するわ。なんか調べたこと喋ってて。パリの方が海外っぽさを感じた。なんかロンドンは景色はヨーロッパやったけど、やや日本的な感じ、人のなんか人の感じとか、確かになんか日本のでいう京都みたいな古き良きものを大事にしつつ、ちょっと奥ゆかしい国民性みたいなのを僕は感じたかな。なんか思ったことをダイレクトに言わないですって。なんか京都の人とかもそういうの言われますやんか。私京都の人なんですけど、京都のなんですけど、はい。京都さんがの紫着てます。昨年ラスベガスとか、ちょっと前はニューヨークとか行ったけど、アメリカは日本でいう大阪みたいな、直接思ったことストレートに言う印象があって、でロンドンも京都みたいなイメージを持って帰ってきたわ。なるほど。じゃあコーフェ的にはあれじゃない、アメリカとかの方がちょっと合ってんちゃいますね。なんか国民性的な合ってるかもしれない。なんか直接ストレートにものを言うとか、
思いを言うみたいなのはすごい好き。まあ、僕はね、大阪出身なので、特に。なるほご飯とほうじ茶あるな。ど。またどうってませんけど。まだ7時ね、10分ぐらいなんですよ。嬉しい。いろんなことできる今日。なんかね、毎日出勤してた時はね、こんな朝ごはんね、ちゃんと作ってね、朝早起きてできませんでした。やっぱりね、夜帰ってきて、食べて寝るみたいになってたんですけども、まあ健康的ですわ、ほんま。カネさんは退職してからはよく朝散歩に行くようになりましたけどい。も、は朝散歩の魅力は何でしょうか？い。やっぱ感性磨かれることですかね。もう自然っていうのはやっぱり、なんだ、自然の風景とか音とか香りとか、肌にのね、空気とかの感覚とかっていうのは、一番のね、アート力だと思うんですよ。やっぱその、なんだ、美術館とかに飾ってる作品とかも、やっぱり自然のなんか模様とか、自然のとこから来てるものが、ね、あると思うんですけど、本当にもう美術館行かんでも、ほんまなんか、アートを見てるような、自然のね、景色ですね。木とかあるとこ行くんですけどね。で、やっぱアート力とかを磨かれるし、クリエイティブな、感性が磨かれますね、やっぱり。うん。あとなんかこの30代で、まあ、朝のね、5時ぐらいからね、皆さん散歩とかジョギングとかされてるんですよ。でもまあ、大体自分と同じような年代の人っていなくて、やっぱそれはもう多分皆さんお忙しくされてるからだなと思うんですけど、30代でこの豊かな朝の散歩ができるってすごい贅沢な人生やなって思って、すごい幸せを感じる瞬間です。はい。なんか空もそうやけど、うんうん。同じ散歩コースでもあ、そうそうそう。毎回新しい発見があったり、そうなんですよ。それが面白いよね。そうなんです。同じとこ撮ってるんですけど、形が違ったりね、そ葉っぱの雰囲気とか。う。そう。だから毎日ね、楽しいんです。はい。ぜひ皆さんも4時半に起きて散歩してください。脳がすっきりするよね。そうですね。やっぱね、感性磨かれると仕事にも行きますし、はい。ちょっとおにぎり3つとだし卵いただきました。猫のね、テレビを見ながら、はい、コーフェちゃんそっちながらほうじ茶飲んで、これで最後にします。じゃあ今から、はい、今日中に練習して、すごっ。はい、早いうちに出せたらいいなと思います。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、梅干しをくださった最後さん、承知をくださったありがとうございました。全然小早川さん。本人の動画やってないからね。ということで、コーヒー飲みありがとう。さんがね、入れてくれて、毎朝コッペがね、豆ひいてコーヒー入れてくれるんですよ。それを毎日飲んでるんですけど、13年一緒にいて、私はコーヒーを入れたことがね、ほぼないっていう、コッペ君がね、入れるの好きなんで、全部やってくれます。ありがとうございます。コッペ手だけ映るからいいかいいかはい。見つけて。コッペが毎朝入れてくれてるコーヒーです。今度、家電について語る動画作ろう。うん。あとなんかレッドチェアもやりたい。あ、やりたい。あとイギリス、ロンドンで買ってきたカップラーメンを食べる動画もしたい。うん。いただきます。はい、ごちそうさまでした。こういうね、喋るだけの動画も出していこうと思う。自分の喋る練習なので。じゃあね、バイバイ。